赤ちゃんに飲んでいただくビタミン K のお薬 K2 シロップの上手な飲ませ方についてお話しします。生まれてきた赤ちゃんに必要なお薬があります。それはビタミン K のお薬、商品名を K2 シロップと言います。ビタミン K は出血した時に血を固めて止めるために必要なビタミンです。このビタミン K が足りないと出血を上手に止めることができません。大人は日常生活の中で食事から摂取でき、また体の中で合成することができるため、ビタミン K 不足など気にしたことがない方がほとんどだと思います。では、どうして生まれたての赤ちゃんはビタミン K のお薬を飲むことが必要なのでしょうか。生後数日で起こる消化管出血や生後3週間から生後3ヶ月までに起こりやすい頭の中の出血はビタミン K の不足で起こることが知られています。特に乳児ビタミン K 欠乏性出血症は亡くなってしまうことや重い後遺症が残ることがあるため、生まれたらすぐにビタミン K を飲ませ、新生児乳児ビタミン K 欠乏性出血症を予防することが大切なのです。赤ちゃんは生まれた時から常にビタミン K が足りません。その理由は3つあります。1つ目、ビタミン K は胎盤を通りにくく、赤ちゃんにはあまり届かないため、もともと持っている量が少ないこと。2つ目、母乳中にはビタミン K が少ないので不足しがちになります。3つ目、赤ちゃんは腸がまだ未熟なため、体の中でビタミン K を上手に作ることができません。以上の理由から生まれたばかりの赤ちゃんはビタミン K が足りない状態になりやすいのです。お薬の使用方法です。1週間に1回与えてください。1回分はスティック1本です。授乳前など赤ちゃんがお腹が空いている時に与えるといいでしょう。生後3ヶ月まで計13回与えてください。乳児ビタミン K 欠乏性出血症の発症期間である生後3ヶ月までをカバーできる3ヶ月法は、より確実なビタミン K 欠乏性出血症の予防法として推奨されています。13回のうち、出生日と退院時は病院で与えます。生後2週目から12週目までの計11回分はご自宅で与えてください。週に1回の投与のため、忘れないようにあらかじめ与える日の曜日を決めておくといいでしょう。入院中にお渡しするのは、ご自宅に帰ってから飲ませる分です。荷物の中にしまい、退院までなくさないよう大切に保管してください。お薬の与え方についてです。スプーンや小さい透明カップ、市販のスポイトなどがおすすめです。スプーンを使った方法です。赤ちゃんの口に流し込むように入れてあげるといいでしょう。写真のように先は丸く、細めになっているティースプーンが使いやすいです。透明カップを使った方法です。カップは出産前にお渡ししているお産セットの中に入っています。カップの縁を赤ちゃんの口に当て、少しずつゆっくり入れてあげましょう。市販のスポイトを使ってもいいでしょう。お薬のスティックから直接赤ちゃんに飲ませないでください。スティックの袋はアルミでできているため、封を開けた後の切り口は
硬く鋭くなっています。赤ちゃんの唇を傷つけたり、誤ってお薬が気道に入ってしまいやすくなったりします。必ずスプーンやカップに移してから飲ませてあげましょう。お薬は直射日光、高温などで傷んでしまう可能性があります。直射日光が当たったり、車の中など高温になったりする場所は避け、室内の涼しいところに置きましょう。また、ご兄弟がいらっしゃる場合は、お子さんの手が届かないところに保管してください。困った時の対処方法です。お薬をこぼしてしまった時、大丈夫です。落ち着いて残りの分をあげてください。お薬を飲ませた後、吐いてしまった時、生まれてすぐの赤ちゃんは割と吐き戻しが多いものです。もしかしたらお薬を飲ませた後に吐いてしまうこともあるかもしれません。そんな時はもう一度新しくお薬を飲ませる必要はありません。どのくらいお薬を飲めていて、どのくらい吐いてしまったかは分かりにくいものです。次回から与えていただければ大丈夫です。決めていた日にお薬を飲ませ忘れてしまったとき、気づいたときにすぐ1回分をあげてください。次回の分は最初に決めた曜日に戻ってあげてください。ただし、2回分を一度に飲ませないでください。副作用についてです。現在まで問題となる副作用は報告されていません。もし心配な症状があればご相談ください。ご不明な点がありましたら遠慮なくご相談ください。以上でビタミン K のお薬、K2 シロップの上手な飲ませ方についての説明を終わります。